Découvrir à nouveau ce qui est toujours un plaisir renouvelé. Lors de notre récent séjour, nous avons visité plusieurs sites liés à la fabrication des sabres, de la barre d'acier au fourreau qui abritera le joyau. Tout un monde qui contribue au façonnage, au polissage, à l'affûtage, et j'en passe. Tous les artisans étaient animés du même esprit. Par leur contribution magnifiaient l'œuvre. Il est étonnant, voire fascinant, comme cette chaîne humaine se respecte en livrant sa contribution aboutie. Un esprit nourri par un précepte de transmission qui perdure depuis plus de 700 ans. Une belle leçon de savoir-être. 一緒になっていいものを作ろうっていうのをスタートしてこれで20年ですけど、これはやっぱりお互いにいいものを作ろうというそういう信念があったからこそ20年続いてきたっていう感じがするんですよね。で、村瀬さんもライオールというですね、刃物に息づいた、町の中で暮らしてこられて、そういったその刃物っていうのはどういうものなのかっていうものの理解だという心がある。から我々もですね、岐阜県の関市という、800年近く続く刀鍛冶をルーツと持ったそれがですね、お互いに共鳴し合ってミシェル・ブラスの包丁、それからいろんな調理用品をこの20年間で作り上げてきたっていうのはですね、やっぱりルーツがそういうもので共通したものがあったからこそですね、これだけ続いてきたと。このブラスさんとのこのプロジェクトがスタートした時はまだ社会人になる前ということで、現会長である父から、そのブラスさんとのプロジェクトの話を家族の家の中で聞くという形ぐらいでしか関与はありませんでしたけど、私も2021年に社長を就任して、でそういったコロナ禍もようやく落ち着いたというタイミングで、昨年の2023年に初めてライオールに訪問させていただいたっていうのが私自身にとって大きな経験でありましたし、対面でコミュニケーションを取れる機会っていうのは本当に貴重な機会なんではないかなというふうに感じました。やはりいろんな熱量であったりだとか、いろんな思いっていうところはお互いに感じにくいところもありますし、今回も関に来ていただいて、我々が脈々とこの関の刃物の歴史を受け継ぎながら我々が事業しているっていうところの、自然の環境であったりだとか感じていただきながら、我々のものづくりの精神といいますか姿勢というところをブラスさん、アンドレさんに感じていただけるいい機会になったんじゃないかなというふうに思います。Du monde de l'artisanat, nous sommes passés au monde industriel en visitant l'usine Akai. Surprise, j'ai découvert qu'un même état d'esprit animait les divers ateliers. Chacun des ouvriers s'affaire à sa tâche, précisément, tel un artisan. Nos outils sont ajustés, montés, affûtés, contrôlés tels les pièces uniques. D'ailleurs, elles le sont. このプロジェクトがスタートした時に当然そのブラスさんのいろんな思いが詰まったこの包丁というところが我々製品として作り始めましたけど、大和剣工場においての包丁のやはり生産のクオリティといいますかレベルというのもやはりこのブラスさんとのプロジェクトによって格段に上がってきたのかなと思っています。当時は大和剣工場における生産のレベルというのもまだまだ十分でなかったところがですね、やっぱりこのブラスさんのこの商品が生産ラインに加わることによって他の商品も含めて全体的に底上げされたと。でさすがにそれがもう20年経ったことによってこの大和剣工場全体がですね今より高付加価値の高品質なこの包丁を作る工場へと今進化をしているということもありまして、それが今回久しぶりにブラスさんが大和剣工場を訪問いただいて実際にその現場を見ていただくことによっておそらくその20年前との比較の中において大きな違いというのを感じられたというのがあるのではないかと思います。で特に今回は技術者であるロートのアンドレさんとご一緒だったということもありますので、いろんなまたそういった違った視点でまたライオールの刃物の作り方と我々の刃物の作り方っていうところの違いも感じながら我々のものづくりのこだわりだとか、作業者のいろんなプライドだとかそういった思いっていうのを感じていただけるいい機会になったんじゃないかなと思います。私自身は20年の年月っていうのはですね、やっぱり自分の体なり自分の風景に現れてると思いましたけど、ブラスさんも全く変わってないので、哲学的でいろんなものを突き詰めてですね、神は最後に宿るではないですけども、もともとミシェル・ブラスシリーズの一番のコンセプトはですね、ボー&ボンというですね、美しくて美味しいというのが一つのコンセプトですけども、それが変わることなくですね、ブラスさん自身がですね、追求されているということを、強く感じたブラスさんの訪日の力です。日本でのそういう私どもの手腕の中での仏壇、それから仏教というものの最大に触れていただいて、
線香もあげていただきましたし、お参りっていうんでしょうかね、お祈りもしていただきました。これはやっぱりお互いにその文化、歴史は違うとはいえですね、そういう歴史ある、それぞれの町で生まれ育った人がですね、やっぱり通じ合うことの表れとして、小倉さん兄弟がですね、自然的にそのお参りをいただいたということで、大変私としてもですね、嬉しかったですし、感動的なところでした。本当お互いのそのファミリーが尊重し合いながら今までプロジェクトを続けてきたのがこの20年という歴史だと思いますし、私どものその席、ホームに来ていただいて、実際に私どもの先祖も含めて手を合わせていただいたというのは、方であっても本当にそういったリスペクトを強く感じるということで、大変感銘を受けました。料理人さんも最近は非常に昔と違ってスポットライトが当たるようになって、いろんな形でのそのセレブリティシェフっていうのもいらっしゃるわけですけども、ただ単純にやっぱりブラスさんについてはですね、そういう方ではなくて、食を楽しむ人にですね、やっぱり最高のものを届けるためにはどういう調理がいいのか、どういう道具がいいのかということを絶えず考えておられる。で我々もですね、究極の料理を作るためには道具としてどういうものを提供したらいいのかという、そのお互いの思いのつながりがこの20年間のミシェル・ブラスシリーズになったのではないかなと、いうふうに思うわけです。Nous avons eu des échanges passionnés lors des réceptions où on s'est retrouvés pour le développement avec le personnel technique de l'entreprise, que ce soit à Toya, que ce soit à Seki ou que ce soit à La Yole. À chaque occasion, au cours des 20 dernières années, elles ont été des moments hors du temps. Nous partageons, nous nous écoutons pour trouver le meilleur. C'est d'ailleurs une grande opportunité de participer à un tel projet. Le président Koji et son fils Hiroaki partagent le même esprit et œuvrent au développement de ces marques avec une réelle ambition, que la ligne d'outils Michel Brass aspire à l'excellence. Et puis au-delà, la qualité de l'interaction entre les deux familles est remarquable, du bel ouvrage.